ら姉ちゃんのリカです。こんばんは。今日はモコの故郷の鹿児島に帰ってきてて、お正月なのでリカと久しぶりに会いました。はい。実家で今くつろいでるところです。今日はリカに韓国人のイメージについて聞いてみたいと思います。じゃあまずリカ、韓国に行ったことありますか？あります。最初に行ったのはいつ？いつだろう。誠行った時だ。25ぐらい。あ、それぐらいかも。からだよ。で、誠2人で行ったの？2人で。2人で行った。その時韓国のどこに行きましたか？ミョンドン。他は？今どこに自分たちがいるのかわからない。分かんなかった。分かんなかった。2人で行ったのに？なんか駅も出口がいっぱいあって。そうそう。ちょっと分かんなかった。わかんなかった。あれ美味しかったよね、湯金。ね、湯金めっちゃ美味しかった。チーズタッカルビ？タッカルビの後のお米こうやってする。あれが一番美味しかった。分かってるね。あれが一番美味しかった。あと何食べたっけ？いっぱいなんか食べたんだけどな。食べた。あれ食べた。パッピンス。あ、パッピンス食べた。パッピンス食べた。美味しかった。ねえ、ソルビンだった。あ、ソルビン。うん。食べたね。美味しかった。でもキムチが本当に美味しかった。あー、韓国のびっくりした。本場のキムチ。キムチめっちゃ美味しいと思って買って帰りたかった。で、あれもしたよね。チマチョゴリレンタルして。来たよね。来た。キョンボックン行って、チマチョゴリデートもした。イカが赤だ。のぶちゃんピンク。ピンク。来た。そう、あそこはインサロンってとこだったんだけど、インサロン。なんか昔っぽいちょっと、雰囲気、で、あれだったよね、外国人が写真撮ろうって言ってリカがなんかジャパニーズだけど。そう言ったよね。そう言った。ジャパニーズだけどって言ったらいいって言って写真撮って楽しかったね。楽しかった。キョンボくんでも言われたし、道のあれでも言われたし、めっちゃ撮ったよ、一緒に。選ぶのも楽しかったね。いっぱいあったし、なんかレースっぽいの着た気がする。だったかも、なんか上は。そうなんかすっごいもう本当に伝統っぽい生地の色のあったじゃん。そういうの迷ったんだけど、最近っぽいのにしたよね。したかも。楽しかった。韓国行きたい。またね。なんか行って受けたカルチャーショックとかある？結構フレンドリーな人が多かった。わかる。ショックっていうか、わかる。なんか日本とこういうところが違うとか。みんな英語喋れるところ。上手だったみんな。リカ英語の先生だからさ。そうですね。韓国行ってなんか一番楽しかった経験は何ですか？コスメショップ巡り。めっちゃ買った。なんかあれだよね、歩いても両サイドにコスメショップがいっぱいあるからそうだね、楽しいし色もいっぱいあるしね。楽しかった。言葉を通じる？言葉、日本語知ってる人がいてすごいこう親近感があった。タクシーの運転手さんとか。そうだよね。なんか日本語喋ってくれて。あとさ、あれだった、ホテルの場所が分かんなくて。だったね。ね、まこたちがキャリーバッグ引きながら迷ってたのね。場所分かんないし、Wi-Fi もなかったよね。なかった。そしたらなんかそこに道に立ってたおじさんが翻訳で「困ってますか?」みたいなのを教えてくれて、なんか話しかけてくれて道を教えてくれてね、こう行ったらいいよみたいな。親切だった。なんか韓国のドラマとか映画とか見る？見ます。例えばめっちゃ見てるんだけどな。最近はキム秘書。キム秘書一体なぜ？そういいよね。一番最近見たやつで、あとは太陽の末裔と、あとあれが好き。イテウォンクラス。違う。愛の不時着。違う。もうちょっと昔のやつ。運命のように君を愛してる。そう、あれいいよね。チャンナラさんのあれ。なんかドラマで韓国人の男性が出るじゃん。どういうイメージ？韓国の人は紳士だ、スマートだし、頭いい感じがする。ドラマ見たらいつもなんか男性はチャイバスとかそういう感じだよね。そうだね。社長。ドラマの人とやっぱ現実の人ってちょっと違うと思うんだけど、韓国人の男性を初めて会ったのは誰ですか？初めて会ったのは多分大学の留学生かな。そうだよね。優しかった。なんか荷物を持ってくれた気がする。おー、さすがだね。さすが、いい人って思った。なんかさ、分かってる。確
確かになんか女の人をこう扱ったら女の人が気分いいというか、なんだろうっていうのが分かってる3時気がする。3時もねいい人だもんね。もしかして初めて会った韓国人男性って3時？ 3時じゃない。3時は多分3人目くらいかあ、3人目か。残念。今までこう日本人の男性それで会ってなんかこういうところがまた違うみたいなのがある？だけどまあ留学生としか接する機会はないんですけど、とにかくこう向上心があるし、なんか目標を持って頑張ってる人が多いなと思います。韓国人男性って絶対こう軍隊に行かないといけないじゃん。それでなんか違うなみたいなっていうのはある？あるかも。男らしい感じがする。妹さんが今韓国人の男性と結婚して一緒に住んでるんだけど、それをなんか横から見てどんな感じですか？もうありがとうございますっていうのこちゃんを大事にしてくれてっていうのと、でもなんかすごい気使うからサンジンは、なんかもう常になんかみんなを見てるからもう疲れないのかな、大丈夫かなってちょっと心配にはなるかな。妹の家族を見て、普通のこう日本の夫婦となんかこういうのは違うみたいな、なんかそういうのはある？わかんないけど助け合ってる感じがサンジもすごいお手伝いするし、確かに家事とかね、お手伝いっていうよりはなんか一緒にしてる感じがあって、すごいこう先を行くっていう感じ、古くない新しいスタイルっていう感じはちょっと日本はさ、あれじゃん、亭主関白とか言葉があるもんね。ある。まあ韓国も昔はあれだったのかもしれないけどさ、男の人は動かないでとか、まあ知らないけどさだけど日本はまだまだそういうの家庭がある気がする。じゃあ今日はまこのお姉ちゃんと一緒に韓国人のイメージについて話してみました。何か気になることがあったらコメントをお願いします。그럼 안녕. 안녕. 구독과 좋아요 부탁해요. In and out of love, never get enough. We never seem to get older. When things are going right, you seem to have the time, but when it's hard, you just grow cold up. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires, fires around us.